今回は螺旋回路250回山の神線についての攻略をまとめたいと思います。まず残打雷の耐性は上げるっていうところですね。装備を揃えて、キャラクターがね耐性高かったりするものをできればスタイルはそういったねザ・ダ・雷高いもの、あと熱も高い方が良いかなっていうところですね。そこは高いと高い攻撃力をね、近接が残で高い攻撃力、単体攻撃などしてきたりとか、あとは打はね強力な全体攻撃使ってくるので、あと雷も強力な全体攻撃使ってくるので、あった方が耐性が高い方がいいかなっていうところですね。熱も一応使ってくるので、もし熱で倒されるようなら耐性を上げた方がいいかなっていうふうに思います。そして一番重要なところですね。この山の神は能力デバフ、腕力や知力、器用さなど山の神の能力を下げる攻撃をしてしまったり技術を使うと、その次のターン強力な攻撃をしてくるっていう状態になってしまうっていうところが大きなポイントになります。この山の神との戦いでは、この螺旋回路250回一番やっぱりそこがねポイントになるところかなっていうふうに思います。能力デバフは使わないようにした方がいいですね、基本的には。なので能力デバフを使わないようにする。であとは4ターン 4の倍数のターンと6の倍数のターンに何か強力な攻撃をしてくるような、どうやら設定になっているんじゃないかというところですね、山の神は。なので、特に6の倍数のターンで強力な攻撃をしてくるのですが、4の倍数にも強力な攻撃をしてくる。で6の倍数のターンにさらにより強力な攻撃をしてくるようなイメージでいると良いかと思います。なのでそのターンに防御面を強化できるような技術を使っておくっていうのがねポイントになるかなと思います。そしてだいたい山の神が終盤になってきて 30%、20% ぐらいの HP になってくると、ゲージのねが減り具合が残り赤い部分がね 20%、30% ぐらいになってくると、カウントダウンの状態になりまして、3から数えて減っていく、3、2、1って一旦ごとに減っていって、で0になると自爆を使ってでこちら全滅にさせられてしまうという強制終了のような形になってしまうので、カウントダウンが0になる前に倒すっていうところがねポイントになるかと思います。で実際にこの今4ターン目ですけど、その4ターン目シーレ私のパーティーではねいて、シーレでガードアップもしてね、防御面は常にアーニャで防御強化一旦付与したりとか、あと偽ロビンのですね火ダメした時に防御強化してくれるっていうところであったり、あとレオンの防御強化小ですかね、それもつけたりとか、あとアビリティで火ダメ抑えるものとかもね、レオンとサルインの火ダメ抑えるアビリティなどもあったりとか、それでなんとか
しのぐっていう感じですね。で、私のパーティーだとシーレイがやっぱりどうしても倒されやすかったっていうところになるんですが、シーレイがギリギリ倒されないようになんとか防御をね固めて、4ターン目、4の倍数、6の倍数のターンはしのぐっていう感じで話術を使っていったっていう感じですね。あとは回復のできるね技術、アビリティなどがあった方が良いかなっていうところだと思います。私の今回のこの編成だとアーニャのねこう技で1回極小回復を毎ターンできるようにしたりとか、あとレオンで回復ですね、あとシーレイの回復もあるということで、かなり回復できるようなね編成になっていて、でその回復で、毎ターン HP が全力になる、全回復できるようになるようなね編成になっています。あと火力面、防御面をねこう強化するためにもですね BP が回復できるような編成になっていて、ニセロビンもねこう火ダメした時の BP 回復全体がね BP 回復できたり、レオンの話術の効果で BP 回復したりっていうところで BP をどんどん回復していって強力な技術を使うっていう風なことで火力面と防御面両方強化できているかなという風に、そういったところでかなりね防御面が強化できて、攻撃でもね山の神は早いターンに、できるだけ早いターンに倒せる方が良いっていうところがねあるので、どんどんヒートアップして攻撃力が増えたりするので、こちらが倒されやすくなってしまったりとかするのでね、そういったことを考えるとやっぱりできるだけ早いターンに山の神を倒すっていうところがポイントになるのでね、火力面も重要になってくる、防御面もものすごく重要なんですが、火力攻撃面もとても重要になってくるというのが山の神戦になると思います。でですね、山の神は能力デバフについては使うと強力な攻撃をしてこちらが全滅してしまう可能性が高くなってしまうのですが、モラルダウンやガードダウン、あと攻撃弱化とか防御弱化などのそういったものについては使っても別に強力な攻撃をしてくるようになったりっていうところなったりすることはないっていうところになるので、山の神にはそのモラルダウンを使ったりとかですね、あとはガードダウンでこちらの攻撃によっての余ダメージを増やすっていうところも大事になってきたりとか、そういったものをね活用できそうであればそういったものを採用したりですとか、あと私のパーティーでサルーインが陰属性に防御弱化を付与したりしていますが、そういったところでねサルーインしか陰属性を使うスタイルは編成してないので、今回はそこまで大きな役割は担ってないですが、そういった防御弱化を使って山の神の HP を削りやすくしていくっていうところも採用することができたら、山の神を倒しやすくなるのかなっていうところになると思います。あと、攻撃弱化を使えば、こちらもね倒されにくくなるっていうところになるので、攻撃弱化を使うっていうのもね一つのそういった選択も
良いのかなっていうふうに思います。でいろいろとポイント、とにかくですね、やっぱりまとめると、まず体勢はザ・ダ・ライは上げた方がいい、35以上にはした方がいいと思いますし、もっと上げてもいいと思いますし、熱の体勢を上げたりとかっていうのもいいかなという。まずザ・ダ・ライはね、頻繁に使ってくる攻撃属性になるので、そこは上げておくと山の神に倒される可能性が低くなるかなというふうに思います。で一番重要なところとしては、能力デバフ、腕力、知力、あと器用さなどの能力のデバフを使わないようにする。使うと次のターン強力な攻撃を連続で発動するようになって、こちらが倒されてしまうということになるので、能力デバフは使わないようにする。そして4の倍数と6の倍数に強力な攻撃をしてくる。特に6の倍数は強力な攻撃をしてくるようなので、そのターンに特に防御面が強化できるような話術を使ったりした方が良いかなっていうところがポイントになると思います。そして終盤ですねの体力、山の神の HP が 20%、30% 以下ぐらいになってくるとカウントダウンモードに入って、そのカウントが0になったターンですね、自爆を使ってこちらが全滅してしまうので、0になる前に倒すと。でもう一旦ね、実際に6の倍数12ターン目になりますが、で12ターン目になると強力な攻撃をしてくると思うので、この状態がまずねコーション状態になって、で強力な攻撃をしてくると。でこちらは防御強化、能力バフ等で防御面を強化したりして、HP も回復して、満タンに近い状態にしておいて、できる限り一応 HP も山の神の HP も削りつつ、でガードアップなどでも防御面を強化したりしながら、で強力な攻撃を使ってくるっていう、このエリミネートキャノンもね強力。でもその時々で攻撃回数とか変わってくるので、それでも何回か挑戦しているうちに、あんまり攻撃してこないっていう、運の要素もね絡んでくるのかなっていうところもあるかと思います。さっき12ターン目で強力な攻撃飛んでくるはずでしたが、あんまり、エリミネートキャノン一発で最後締めるという、あまりねそこまで激しくなかったので、そこら辺運によってものすごい強力な攻撃が飛んできたり連続攻撃してきたりっていうのがねあるのでね、意外とその6の倍数4の倍数じゃない時が厳しくなってしまうこともあるので、やっぱり基本的にですね、防御は倒されないように固めておくっていうところはクリアしやすくなるポイントかなと思います。今13ターン目で全然特殊な状態じゃないですけど、頻繁に連続攻撃使ってものすごい削られて、偽ロビン防御がね硬いキャラですけど、それでも倒されそうになっているので、そこら辺運要素がかなり強い部分もあるかなというふうに思います。で今回ね偽ロビンを使っていますけど、偽ロビンができるだけ倒されにくいようにこのね
オーバードライブは使っていないっていうところがね、できる限り使わないでおくっていうところ、終盤は特に強くなってしまうのでね、山の神がすぐ倒されちゃう可能性が高いので、何かね倒されそうなキャラがいたら、そのキャラが倒されにくい、あるいは余裕があれば回復コードなどで倒されないようにした方がいい場合があるかなと思うので、とにかく倒されないようにしていくっていうところがね、バフが切れたりして立て直すのが難しくなってしまうこともあると思うので、そういったキャラの助け合いっていうのかな、そういったところですかね。いろいろと倒されないように工夫して立ち回るっていうところも大事になるかなというふうに思います。でオーバードライブ今使っちゃったんですけど、カウントダウンがねもう少ししたら始まって、自爆どんどんね毎ターン自爆に向かって山の神は攻撃行動しなくなるのですが、自爆に向かっていくのですが、そういった時に山の神のカウントダウン対策としてオーバードライブを温存するっていうこともね、もしかしたら攻略の上で何か役に立つかもしれないっていうところがあるかもしれないです。どうしてもねカウントダウンがもう強制終了になってしまうので、山の神を倒すまでのねカウントダウン以内にやっぱり倒さないとこちらの全滅になってしまう。なので攻撃オーバードライブは特にね攻撃面が強化できるので、それを温存しておいて、でカウントダウンが始まってから使ったりっていうところもね、もしかしたらギリギリ削りきれなかったりする場合は生きてくるのかもしれないので、火力面にちょっと不安がある場合はオーバードライブをカウントダウンになってから使ったりした方がもしかしたら倒しやすいのかなっていうところがあります。あとカウントダウンが始まってからは攻撃行動をしなくなるので、より積極的に攻撃面を重視した行動をしていくっていうところが攻略のポイントになるかもしれないですね。カウントダウンが始まってから本当にもう専念しているので、山の神はもうとにかく自爆に集中して、でカウントダウンだけするっていう感じになるので、とにかくこちらはもう攻撃火力重視の技術を使っていくっていう風な選択がいいと思います。今回シーレ採用していますけど、シーレももう火力重視でサミダレ高級打ったりとかしていますけど、もうとにかく一番ダメージを与えられるような技術を使っていくっていうところですね。それでなんとか削り切れたっていうところですね、今回の私の編成では。でオーバードライブももしねカウントダウン内でもう一回使えるような感じでしたら、別にカウントダウン内でオーバードライブがどんぐらい使えるかっていうのも自分の編成の中で見極めて、2回ぐらい使えるよとか、1回なのかなとか、そういったところを見極めてね使っていくっていうところもね攻略に役立つかもしれないです。で今回このニセロビン、アーニャ、レオン、シーレ、サルインのパーティーでなんとかクリアできました。はい、今回の螺旋から250回の攻略は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。パセリダイレクトパセダイでした。